目覚めなさい。目覚めなさい。目覚めなさい、ロダ。古の記憶とともにお前が守り続けたものが今再び必要となる時が来ました。女神。おお、女神よ。大砲は落ち、アドルは3冊目のイースの書を手に入れた。アドル・クリスティ。この光、遥かな昔イースの国を治めたとされる女神が今この地において覚醒したのを告げる知らせ。全ては伝説通りというわけか。ダームの塔だよ。あそこは魔物の作った塔だ。だからきっとあの中に魔物の謎を解く鍵があるはずだ。そう焦るな。絶対あの塔は怪しいよ。のんびりとしている暇はないんだ。誰が止めたって僕はあの塔に登るつもりだ。残りのイースの書はどうするつもりだ。お前はハダル、ダビー、トバと3つの書を手に入れたが、残る3冊はどうするつもりだ。きっとダームの塔だ。残り3冊もきっとあの中にあるに決まってる。アドル、勇気と無鉄砲は違うものだ。くそ、交番の分からずやめ。アドルよ、アドル・クリスティ。我のもとに来たで。我はロダ、お前を待っていた。アドル・クリスティよ。我はロダ、女神の記憶を伝える者なり。女神の記憶。アドルよ、アドル・クリスティよ。我はロダ、我のもとへ来たれ。ロダだと？うん、確かに僕に来いと。ロダの木のことか。ロダの木？俺も聞いたことがある。このエステリアがイースと呼ばれていた頃からずっと生き続けている心を持った巨木のことだ。心を持った？常に歴史の傍観者として大地に根付き、二人の女神に忠誠を誓ったという心を持った巨木だ。心を持った巨木だが残念だが、ロダの木のある場所は分かっていない。それが何だか分かるんだ。本当か？ロダの木は。どうした？ルタジェンマがいなくなっちまって。何？ルタが？
ゼピック村の巡回隊にさっき会ったんだが、昨日からルタが戻ってねえらしい。まさか。お頭、まさか奴ら今度はルタの将を狙って。どういうことなんだ。ルタもまた6人の神官の子孫。そんな。じゃあその通りだ。ルタはジェンマの書を受け継いできた一族だ。ファクトか。久しぶりだな、ゴーバン。ん？ご明察通り、あの男は私が預かっている。こいつは魔導士ダルク・ファクト。お前が戦おうとしている相手だ。ダルク・ファクト。アドル、君の活躍は楽しませてもらっているよ。そこで心ばかりのご招待をしようと思ってね。今は廃墟となった森の拝殿に私が手に入れたメサの書が置いてある。メサの書。そうと、真の勇者ならば力を試してみてはどうだ。一人で拝殿に赴き、見事メサの書を手に入れてみることだな。君が生きて帰れればそれは土産として差し上げよう。さて、罠と知っていても取りに来られるかな。行くさ、行くとも。そうか、これでまた一つ楽しみが増えた。だがここではっきりと言っておこう。万が一メサの書を手に入れたとしても、最後の神官の書であるファクトの書が私の手にある限り、お前たちの望みなど叶えられんことを知るがよい。待て、ルタはどうする気だ。卑怯だぞ。フィーナ、フィーナ。レア。どうしたのフィーナ。目覚めの時よ。さあフィーナ、約束された使命の歯車を回し始めましょう。そうね。アドルをイースに迎えるための支度があるんですものね。アドルのことかい？心配ないさ。あの子ならきっと元気で戻ってくるよ。ジェバ、なんだい？ごめんなさい。何でもありません。フィーナ、いいかい？聞いておくれ。記憶が戻ろうと戻るまいと、あんたはずっとここにいていいんだよ。ジェバ。本当を言うとね、あたしもその方が嬉しいのさ。あんたを見てるとなんだか本当の子供のような気がしてきて。どう感じる。あの谷の奥だ。伝説のロダの木がアドルを呼ぶとは。くそったれ、何にも見えん。これ歩いていくしかないぜ。なんだ、道がなくなっちまったい。アドル、本当にこっちなのか。あそうか、だったら切り開くっきゃねえな。あ、待って。あ？驚きだ。よくぞ来た、アドル・クリスティよ。待っていたぞ。長き眠りを覚まし、女神との約束を果たす日が来ること。僕を待っていた。さあ、
我が懐に入るがよい。古のイースの歴史を見せよう。聞けアドル。はるか昔この地にイースという美しい国があった。二人の女神と知恵と徳の深い6人の神官によって治められていたこの国は、その誕生を祝い女神が与えた宝玉黒い真珠によって栄えていた。黒い真珠？その秘めたる不思議な力は全ての魔法の源となった。そして6人の神官は黒い真珠を使い魔法の銀クレリアを生成した。クレリア？クレリアは黒い真珠からできたのだ。魔法の力を使いイースは素晴らしい繁栄を遂げた。しかしクレリアが作られる過程で女神さえも予想しなかった思いがけない副作用が生じた。正と道、明と暗、善と悪、全てと相反する魔が生まれてしまったのだ。魔が？突如発生した魔の叫びが暗雲を切り裂き、地下から噴き出した溶岩は草原を焼き尽くし、平和だったイースの地に災いが荒れ狂った。これはそうだ、ルタにいつか聞いた歌と同じだ。神官はまずクレリアを地中深く封じ込めた。だが生まれてしまった魔の勢いはもはや止めることはできなかった。そしてついに災いの元凶である黒い真珠とクレリアを引き離す策に出た。やがて女神の姿もどこかへ消え、魔物の追撃は止まった。わずか残った魔物たちは天空に昇ったイースを追いかけ、魔力を結集してダームの塔を作った。がその姿もやがて消え、イースに平和が訪れた。しかし我々は以前の楽園を失い、イースの宝と謳われた女神ももうなく、プレシェス山頂にそびえた本殿も地上から姿を消した。そして今や膨大な時間の流れに魔物の恐怖も忘れられ、イースの歴史を語る者も神官の家系にわずか残るのみとなったのだ。ついに神官の危惧が現実となった。クレリアは銀という名の鉱物として掘り出されてしまったのだ。クレリアに手を触れると魔がよみがえる。かつてイースがクレリアにより栄えたのと同じく、銀によって人々の暮らしは潤った。だがもう古の過ちを記憶する者は誰もいない。お前も知ってのごとく、6人の神官は6冊のイースの書を残した。真の平和を取り戻す願いと復活する魔の阻止を願って、これがイースの歴史のすべてだ。我は女神よりこのことを伝える命を受け、お前を待っていた。そして今こそお前に授けるものがある。クレリアだ。魔の元凶がクレリアならば、また魔に打ち勝つことができるのはクレリア以外にはない。クレリアドル、魔を打ち倒し、再びイースに平和を取り戻す。必ず。
その鎧は伝説のクレリアの鎧。私の不覚でした。思えばサルモンの神殿に捕らえたあの娘こそやはり女神の片割れであったようですな。女神の記憶を隠していたというわけだな。今でははっきりと二人の女神の存在を映し出しております。そうか、動き出したか。ダルクファクト様、一つだけお聞きしてもよろしいですか。なんだ、ダレス。何故アドルにメサの書のありかを告げられたのか、私には計りかねます。そんなことか。アドルには拝殿で死んでもらう、それだけのことだ。はは、この男、魔軍の将となりしももともとは神官の子孫。まだまだ侮れんて。無茶言わねえで俺にも行かせろよ。ダルクファクトは一人で来いと言った。大丈夫、イースの書を手に入れて戻ってくるよ。けどよ、ファクトははっきりと罠だと言った。油断はするな。アジトで待っている。なんてやつだ。アドル、無事に帰ってこいよ。諦めたか。だけどこのままじゃ本当に袋のネズミだな。しめた。うまくやれば奴の裏をかけるかも。フィーナ、フィーナ。フィーナ。
なさい、ジェバ。お別れの時です。ジェバ、ありがとう。あなたの深い愛は忘れません。そうか、あんたは。入り口が真ん中。閉じ込められた。やっぱり罠だったか。ダレス、クレリアから魔物を抽出する作業は進んでいるのか。はい、予定通り。ダレス、お前が腹の中でどう思おうとも私は行動をもって証明しよう。私が伝説を翻すことでな。お見それいたしました。たとえ伝説の勇者が一人現れようとも、女神が動き出そうとも愚かな人間に何ができるというのだ。怠けた人間など魔に仕えるか滅び去るか、二つに一つしかないのだ。準備を急げ、ダレス。エステリア全土に魔軍の大攻勢をかける準備をな。ここどっちへ行けばいいんだ。拝殿の奥に向かっていて落ちたんだから、月明かりの方角から見て中心はこっちか。自衛団を解散するだと？冗談じゃない。いや、解散しろと言ってるわけじゃない。収穫期でもあるし、年寄りだけでは畑作業も賄いきれん。人数を少し減らしてもいいんじゃないかということだ。収穫祭以降魔物の攻撃もない。そろそろみんな本来の仕事に戻ってはどうかの。ああ、確かにそうだ。魔物も出なくなったことだし、収穫は年寄りだけではとても大変だ。うん、ここらで人数を減らし、そろそろ町の作業に戻ってもいいかもな。何言ってんだ。今自衛団を解散するなんて、この町を見捨てるようなものだぞ。村氏、あんたの言ってることもわかるが、自衛団を縮小するのは賛成できない。むしろ魔物たちが今おとなしいのは嵐の前の静けさに違いない。もう絶対に魔物が襲ってこないという確証をつかむまで自衛団の縮小は反対だ。じゃあ町の仕事はどうするんだ。俺も村氏の意見に賛成だ。そうだそうだ。俺も村氏。待ってるだろ。村氏に乾杯。乾杯。ここだ、間違いない。思った通りだ。アドル、クレリアの力を信じるのだ。今のお前ならば倒せるはずだ。そうだ、ここで負けるわけにはいかないんだ。暇だ。
クレリアの力か。ようアドルよ、よく帰ったな。よかったよかった。痛い痛い。あと2冊だな。これで残りはダームの塔の中ってわけだ。いよいよだな。ああ。不思議だ。この文字が読める。なんだと？ロダの力か。メサの書。我々はついにサルモンの神殿に追い詰められた。巨大な魔物が手下を従えてだんだんと迫ってくる。私は間違ってはいないはずだ。行こう、ダームの塔へ。ダルクファクトの罠をかいくぐり、メサの書を手に入れたアドルだが、ルタが囚われの身となった今、ジェンマの書の所在を知る者はない。そして今しも魔軍の大攻勢が始まろうとしていることをミネアの人々は誰一人として知らなかった。ついに魔物の本拠地に乗り込むアドル。囚われのルタの運命は。無防備なミネアにダルクファクトの大攻勢が迫る。先手を取るのはアドルかダルクファクトか。次回ジェンマの書をお楽しみに。フィーナ。そう、ついに二人の女神が揃ったか。あの娘、おそらく自らの意志で己の記憶を封印していたのでございましょう。伝説の女神か。かつて女神はこの世界を創造した時、初めに黒い真珠を我々に与えた。
だがそれは人間には使いこなせぬ早すぎた力だったのだ。女神は黒い真珠を与え、黒い真珠はクレリアと我々を生み出しました。今私がここにいるのも女神のおかげと言えぬこともございません。クレリア抽出の過程で生まれ出た闇の住人か。光生ずれば影もまた生まれる。それもまた女神の意志とするのが本道でございましょう。もはや魔導の力は女神を超えている。ダレス、それを証明してみせようではないか。はい。ま、こんなもんだな。すごいじゃないか。いつの間にこんな地図を。なに、いくら資料があるからって喜べねえのがダームの塔だ。ざっと25回、上の方は全くわかんねえ。おそらくファクトは最上階にいる。だがその前にルタを助け出さねば。助けるったってこの広さじゃな。ダムの塔、間近で見るとすげえもんだなこれ。魔物の気配はない。今だ。ドギ、えい、どれにしようかな。さすがちょろいもんだぜ。今だ。やれ。おれ妙だ。魔物どもが襲ってこない。なに、きっとお昼寝の時間なんだろうよ。女神の片割れはラドの塔に。魔の結界はたとえ女神の力をもってしても抜け出すことはできまい。もう一人の女神。はい、取り逃がしましたが、女神は一人では何もできません。ご安心を。それと侵入者が3匹ほど。おほう、ここまで出向いてくれるとはな。盗賊とアドルだな。どういたしましょう。放っておけ。ミネアの守りが手薄になり好都合というものだ。ファクト様のお読み通りならば自衛団の縮小も免れないでしょう。人間とは単純なものだ。心に願うことあれば自分の都合で理由を選ぶ。大攻勢が待っているとも知らずにな。父さん、このまま浮かれたままでいいのだろうか。もちろん魔物が出ないならそれに越したことはないが。しかし守りを解いた後でもし魔物の大攻勢でもかかったらひとたまりもない。スレアフ、我々の決定を伝えに来た。自衛団は解散してそれぞれ町の仕事に戻ってもらう。なんじゃと。待ってくれ。いくらなんでも早計だ。このところ魔物たちもめっきり姿を見せん。きっとアドル君がこの国に平和を取り戻してくれたのだろう。ともかく早く町を立て直すのがミネアのためなのだよ。
しかし魔物の動きも確認しないで自衛団を畳むことはできない。もう決定したのだよ。せめて俺が確かめてくるまで待ってくれ。右に1匹、後ろに1匹、左に1匹。やっとお出ましになられましたよ。俺は右をやる、おめえはじゃあ左だ。どれ。レベルが違うぜ。いちいち戦っていてはキリがない。突破するぞ。このままにしておかれるおつもりですかな。必要とあれば私の魔力をもって一撃のもとに。構わぬ、放っておけ。しかし奴らの運命はすでに決まっているのだ。くそー、ルタの野郎、どこに捕まってやがんで。お頭、ここじゃねえみてえだ。よし、次だ。ここはどこだ。マップなんかクソの役にも立ちゃしねえ。なんだここは。ただの鏡か。いかん、触るなアドル。アドル、アドル。お頭、ドギ、お前はアドルを探し出せ。俺は上へ向かう。よっしゃ。うわアドルさんでは。ファクト様、魔軍出撃の準備が整いました。その前に今一度お聞きしたいことが。なぜアドルをルタの牢獄に、しかもジェンマの書さえそのままにして。お頭、アドル、どうだ。くそ、迷子が2人になっちまった。迷子になったのは俺の方か。あ、お頭。バクトよ、なぜ心を捨てた。おお、アドルさん、気がつきましたか。ルタ。そうですよ、私ですよ。ルタ・ジェンマですよ。ルタ。いやー、奇遇ですね。こんなところでお会いするなんて。牢獄の中か。完全無欠のね。まあまあ、慌てても仕方ありません。さあ、座ってお話でもしましょう。歌を聴けなんて言いませんから。いやね、話し相手がいなくて退屈だったんですよ。いやー、面目ない。ついに捕まってこのありさまです。ルタも神官の子孫だったんだ。おや、バレていましたか。人が悪いな。でもヒントはあげたでしょ。あの歌のことだね。ところで、誰から私のことを聞きました？盗賊のゴーバンから聞いた。なるほど。じゃあ、あなたにも見えてきたでしょう。
もう全てを打ち明けても良い頃ですね。かつてイースには2人の女神を助ける民として6人の神官がいました。その名はハグル、トバ、ダビ、メサ、ジェンマ、そしてファクト。ファクト？そうです。私はそのジェンマの子孫、そしてジェバ、サラ、ゴーバンはトバの子孫なのです。伝説通り魔が復活することを恐れた我々の祖先はイースの書を残してくれました。再びイースに苦難が訪れた時、勇者が来る。その勇者を影から助けるのが私たちの使命なのです。しかしその子孫の中にも道を変えた者が生まれました。それがダルク・ファクト？ええ、ファクトは心を司る神官の子孫でした。なぜファクトは魔導に？それは銀のためですよ。全てはクレリアという銀を取り巻く悪夢だったのです。ファクトは魔物にエステリア中の銀を集めさせ、その銀の不思議な力を使い魔物の王国を築こうとしているのです。魔物の王国を？ええ、今まさにミネアに大攻勢をかけるため魔軍を鋳造しているのです。なんだって？ファクト様、ミネア殲滅の魔軍が揃いましてございます。あとはあなた様のご命令のみ。そうか、ご命令をお待ち申しております。ファクトも所詮人間。さあ、このイースの書を慎んであなたにお渡ししましょう。これはジェンマの書だね。ええ、残るは一冊、神官ファクトの書だ。一体6冊のイースの書を手にした時、何が起こるというんだろう。さあ、わかりません。平和を打ち立てる勇者、言い伝えとは抽象的なものです。それが本当に良いことなのか悪いことなのか、それもわかりません。分かっているのはただ、あなたがそれをやるべく望まれたものだということだけです。フィーナ、もう地上の魔を払うだけでは手遅れなのかもしれない。早くしなくては。レイア、私がアドルをそこまで導きます。アドルの剣士としての力を信じましょう。わかりました。おれーキーキー起き上がれ。まったくこの塔は魔物の巣だぜ。急に出るんじゃねえよ。心臓に悪いじゃねえかよ。おいっとっとっと。うわよいしょ。振り切ったな。ドギーよ。あらら、二人とも一緒とは手間が省けた。ま、俺に任しておきゃすぐに見つけてやるってもんよ。あ、おい、置いてくなよ。にいる。行け魔物どもよ、ミネアの民を根絶やしにするのだ。
だここは。ダギ、急ごう。おいアドルよ。待て、この回廊なんだか嫌な予感がする。ここで待ってて。アドルどうした？ちくしょう！アドル！しちゃダメだ！アドル！なんじゃこの音は！体が動かねえよ！耳を塞いだぐらいじゃダメだぜこりゃ！ドギ、剣をこっちにお投げなさい。剣だと？後でちゃんと返せよ。ここですね。止まった。アドル、しっかりしろ。助かったぜ。これでいいはずです。まったく参ったぜ。まだ頭がクラクラするよ。まさかあんな罠まであるとは油断も隙も夢も希望もありませんよ。お頭、待て！上に上がる通路はここしかない。だがまたあの罠だ。一歩でも踏み入れたら今度こそ戻ってこられまい。呪いの彫像ですね。それなら大丈夫。保証しますよ。それは私の家に代々伝わるブルーアミュレットです。これには魔物の罠を無効にする力があります。ね、平気でしょ？何の部屋だ？通路なんてねえじゃねえか。隠し扉があるはずだ。隠し扉ねえ。おいでなすった。出るぞ。これがあれば私は心配ありません。存分に戦ってください。当たり前だ。その面倒見てられっかよ。おやおや。なんて家庭野郎だ。暇だ。アドル！誰か手伝えよ！アドルさん、クレリアの力を信じなさい。魔法の銀は全てに有効です。クレリア？そうだ。
クレリアは願いを力に変える。願いを力に、願いを力に。クレリアよ、おっしゃやったな、アドル。ああ、うん。おや、あそこ。隠し扉だ。おかしろ。ドギ、ルタ消えた。アドル、アドル。その声はフィーナ。フィーナだね。どうして君の声が聞こえるんだ。アドル、さあ扉を開けて。イースの将、ジェンマの将。あいつが魔物を引き連れて迫ってくる。人々がその恐怖に怯える中、女神が我々の前から姿を消した。それ以来女神の姿を見た者はいない。悪魔の塔を登りゆくアドル、そして囚われの身となったレア。ミネや殲滅を目論む魔軍はついに動き始めた。今バクトの野望にイースの悲しみの歴史が繰り返されようとしている。
心清くあらば古のイースの時代が必ずよみがえる。私は幼い頃それを信じていた。ところがどうだ、女神よ、何故黒い真珠を人間に与えた。人間には早すぎる力とは思わなかったのか。バルクファクトの嘆きがこだまする。避けられない対決、それは何を生み出すのか。最終話ファクトのショー、お楽しみに。やったなアドル、見せてもらったぜ、クレリアの力をよ。うん。おや、あそこ。消えた。ドギ、ルーター、ゴーマン、どこだ。一体何が。アドル、アドル。その声はフィーナ。どうして君の声が聞こえるんだ。門を開けてくれ。スラフ、本当に一人で行くのか。無駄なことはやめとけ。魔物なんか来やしないよ。いや、自分の目で見るまでは俺は信用しない。ミネアが危ないんだ。やれやれ、勝手にしろ。おめえの観光船には本当呆れたよ。ああ、ひでえ雨だぜ。ここのところ日照り続きだったからな。恵みの雨ってもんよ。俺たちもぼちぼち引き上げようぜ。ああ、どうした。魔物だ。魔物の大軍が攻めてきたぞ。何。心清くあらば古のイースの時代が必ずよみがえる。私は幼い頃からそれを信じていた。ところがどうだ、人間の愚かさときたらキリがない。心を司る神官の子孫としてこの地に残った私の父は無頼の輩となり果てた人間どもに殺されたんだ。私には手に取るようにわかる。銀の魔力を恐れて心の秩序の回復を願いながらも愚かな人間どもに裏切られた父の無念が。時代が銀の魔力を望むなら人間など銀に支配されればよいのだ。クレリアの輝きは魔に支配される世界の象徴なのだ。そんな嘘だ。ルカルじゃない。頼んだぞ少年馬じゃ。へこたれるな。急げ。戦える者は全て集めろ。準備隊撃て。なんてこった。
嫌な予感が当たっちまった。アドル。フィーラ、やっぱり君か。どこなんだ。どうして君の声が。レアンが捕らえられています。私が導きます。急いでください。レアが。待ってくれ。その前に早く。時間がありません。早く。で、ファクト様、アドルメはどうなさいます？あなた様にどのような画策がありましても、これ以上アドルを放っておくわけにはいきません。それほど奴が気にかかるか。ええ、気にかかるのはあなた様のお考えでございます。愚かなのは人間だけではなさそうだ。一つだけレアの囚われているラドの塔へ続く鏡があります。それがどれなのか私にも分かりません。アドル、あなたが選ぶのです。これか。そうはさせません。なんて他愛のない、これが勇者だ。魔法使い。いかにも。勇者を気取り邪神に翻弄される愚かな人間め、このダレスが操り人形にふさわしい死を与えてやる。ダレスだと。アドル、逃げるのです。早く。アドル、早く。お願い、逃げて。操り人形を変じてデク人形というわけか。逃げて。ダレスには勝てない。いいな、僕は逃げない。逃げるわけにはいかないんだ。無駄だ。剣ではわしは倒せん。僕は自分の意志で戦う。ダレス、行くぞ。その光はまさか。クレリアを身につけておったか。フィーナ、僕は行くとも。アドル、どうして君がここに。レアン、赤。
くれると信じてました。ダームの塔はこんなに恐ろしいところなのに、なんだか私にはとても懐かしい。私にはまだやらなければならないことがあります。さあ先に行ってください。でも早くあなたの使命を果たしてください。分かった。なんだここは。一体何が起きたんだい。お頭ルタ道義。お頭ルタ、ここはどこだ。俺たちはどうなっちまったんだよ。わからん。未だダームの塔の中にいることだけは確かなのだが。でも妙だと思いませんか。この中だけはまるで邪悪さがありません。そうか、ここは女神の。フィーナ、トバ、ジェンマ、神官の子孫たちよ、今まで本当によくやってくれました。あなたはイースの女神。あなた方の力が今まさに必要なのです。私たちと共にファクトの前。無傷の者は東へ回れ。証文を指示しろ。急げ。俺は櫓に立てこもる。お前も援護に行け。おう、ここは任せた。魔物の割には家出してやがる。なぜ俺たちが死なねばならん。これが女神の残した伝説ならば、俺はそんな女神など認めはしないぞ。ついに現れたか。女神よ、神官の子孫として一つ問いたい。何故黒い真珠を人間に与えた。人間には早すぎる力とは思わなかったのか。すべての始まりは人間の愚かさでも黒い真珠でもない。女神よ、あなた方のせいなのだ。ファクト、あなたの言う通りです。だけどもう始まってしまった世界を回復させることが私たちに残された道なのです。残された道だと今さら何を言う。運命の選択は魔を迎えているのだ。こうなった以上、それが本来の道と知ることだ。ファクト、お前は間違っている。女神はイースの民を思い、その力を分け与えたのだ。たとえ破局の道をたどったとしても、それは女神のせいではない。その通りです。誤った道は正せばよいのです。いくら時間がかかろうとも、いくら困難でも。好きにするがいい。待て、ファクト、どこへ行く。アドルが待っているのでね。させるか。ファクトか。よくこ
こまで来た。褒めてやろう。だが見事私を倒せるかな。女神の加護を受けたクレリアの勇者。なぜ神官の子孫であるお前が魔物に手を貸す。神官の子孫がどうしたというのだ。浮ついた伝説を伝えるだけの使命など愚かな人間には過ぎた説法なのだ。行くぞ。知恵を司るジェンマよ、アミュレットをファクトの玉座へ。力を司るトバよ、その力あふれる両腕を捧げなさい。一体何が。お驚きだ。これはまさか。そうです。これこそイースにもたらされた全ての魔の元凶、黒真珠の本体なのです。人に楽園を作る力などないのだ。欲望のままに生き、そのために奪い合い殺し合う、それが人間だ。それが人の世だ。そんな人間のために古の伝説を守り続ける価値があると思うか。人間は愚かかもしれない。でも今が悪いのなら明日直せばいい。人間の欲望は悪いものだけじゃない。まだだファクト。さすがだなアドル。空からも来やがった。何？対空戦闘だ。地上の魔をここに無に返し、新しき世界の礎として光の勇者を送らん。神官の子孫たちよ、新たな世界の再建を。きっとダームの塔が終わったか。何もかも。アドル、私を貫け、そのクレリアの聖剣で。
すでに私の体は魔と盟約を結んだ時から私のものではなくなった。ためらうな。今ここで私を倒せ。今を逃せば心を失った私は魔の下僕として生きながらえお前の行く末を阻むだろう。さあ切れ。ファクト、お前は。思えば勇者に一番救いを求めていたのは他ならぬ私だったのかもしれない。アドル、お前の使命はこれから始まるのだ。キリファクト、臆病者め、ならばここで死ねそれでファクト、最後のイースの書、ファクトの書。サラ、スラフ、やったよ。終わったんだ。フィーナ、もう魔物に怯えることもないんだ。ファクトの書。再びあいつが現れた時のためにイースを結集した力をここに封じ込めておく。6冊の書を手にした者にその力が与えられ、その者こそ平和に導く指導者となるであろう。ロダ、アドル。親方、あれは。アドル、やりやがったな。アドルが旅立つ。アドル、この輝きは。アドルが天空のイースに旅立っていく。ありがとう、アドル。魔物がみんな一緒になってしまったぞ。これは一体何が起こったんだ。そうだ、アドルがやってくれたんだ。アドルが、魔物のいないエステリアが蘇ったんだ。俺たちはミネアを守り抜いたんだ。やったぜ、戦いはもう終わりだ。